はい。あなたは全体最適化と部分最適化、この違いをですね、ご存知でしょうか？はい、こんにちは、小島淳です。今日はですね、部分最適化と全体最適化、この違いについてですね、お話をしていきたいと思います。このね、両方のこの話はですね、製造業のですね、経営者の方はですね、絶対に知っておかなければいけない内容となっておりますので、最後まで、見ていただきたいなと思います。まずですね、ちょっと部分最適化というお話からね、ちょっと行こうかなというふうに僕は思ってます。ちょっとね、名前がめんどくさいんでね、わかりにくいかもしれませんけども、この部分最適化というのはですね、実は、あなたの工場、あなたのね、会社でも、普段からやってると思うんですよ。それは何かっていうと、やっぱりね、その商品とかね、工程とか、そういうところの改善活動というのが、実はこの部分最適化にね、当たるんですよ。例えば商品をね、生産活動してて、例えば良品率がちょっと落ちてるなと言った時にですね、例えば条件を見直します。ですとか、例えば工程ですね、その商品の取り扱いを変えるとか、やりますよね、普段ね。で、今、一方でね、例えば、その、工程のね、作業者がですね、例えば作業しててもですね、やりにくい。ね、こういうふうに、要するに変えたいと言った時だって、それね、やりやすい方にこう変えていきますよね。で、こういうふうな改善活動のことを、実はね、部分最適化と言われます。要するに商品とか工程に特化した改善ですね。で、この方法というのは、非常にね、日本人はですね、昔から実はやってるんですよ。で、これの代表が実は QC サークルです。QC サークルっていうと、知ってると。多分ね、言われることもあると思います。で、これでも戦後から始まってですね、自動車会社さんですとか、例えば家電とか、大手の会社さんはめちゃくちゃこれね、取り入れてる、活動なんですね。QC サークルもともとそうなんですよ。ね、QC と言ってるぐらいなんだから、クオリティコントロールなんですよ。だから、要するに商品のね、品質を上げて、最終的にはですね、社内のですね、改善に進めましょうと。こういうようなね、やり方なわけですよ。ただ、一点、欠陥があります。部分最適化のですね、大きな欠陥は、実は原価低減にはつながらないってことです。と、ね、思われるかもしれません。っていうのは、僕なんかもですね、実はこう自動車関連会社にいました。そういう時にですね、やっぱお客さんからね、こういう、やっぱ言われるわけですよ。いろんな指導されるわけですよ。ね、例えばこの商品をですね、要するに、コストダウンするために QC サークルやれって言うんですよ。僕こういうふうに言われたことあるんですよ。で、会社の中でもですね、例えば経費を節減するために QC サークル活動っていうのも散々やってました。でも、結果が出ないんですよ。結果につながらないんですよ。そう思いません？ QC サークル活動やってね、なんかね、我々なんかはね、正直言うと、最後、その全て、その原価計算じゃないですけど、どのくらい、いくら改善できたのかっていう金額換算をしなきゃいけなかったんですよ。こういうような縛りがあったんですよ。で、そのためにはですね、やっぱりつながってるんだとずっと思ったわけですよ。でも、現実にですね、その QC サークル活動やって、金額換算で、ある程度ですね、皆さんからこうね、評価されたとしても、実は会社の利益はほとんど変わんないんですよ。例えばそうですね、僕のこれ体験ですよ、単純な。そうすると、あるね、仲間内の、ある部署っていうかね、特定の部署が、いつも表彰されてたんです。QC サークルで、改善活動をやってました。で、毎回ね、表彰されるぐらい、改善の、結果が出てくるわけですよ。で、これがね、大体こうね、毎年とかね、1年おきとか、結構表彰されてたんですよ。で、我々なんかは、僕なんか所属してたのは、技術部門なんですよ。そうすると、なかなかその改善すべきポイントっていうのがないんですね。だって、普段の事務作業もないし、何かね、マニュアルで仕事する内容もほとんどないわけですよ。来た案件によって全部違うんで、定型業務自体がないんですよ。だからそういう改善の仕方はなかなかできないわけですよ。でもね、ここ、よく表彰された部署っていうのは、毎年ね、表彰されて改善活動をやっててね、例えば会社から金一封もらってるわけですよ。すごいなと。最初思ってました。ただ途中でね、あれっていうのを思ったんですよ。それは何かっていうと、部署のね、人数が変わんないんですよ。その部署って10人ぐらいの部署だったんですけども、あれだけ改善活動を毎年毎年やってたら、例えばその従業員の人数変わってもいいんじゃない？僕は単純にそう思ったわけですよ。でも人数変わんないんですよ。例えば変な話ですけど、売り上げがね、
上がってる状態だったらそれを維持してるってことだけですごいと思うんですよ。でも逆なんですよね。ちょうど僕なんかの時代はバブルが崩壊して売上なんかは正直言うともう右肩下がりの時代なんですよ。だから部署の人数もね減ってってもいいじゃん。まあ単純にね、まあ僕はこう思ったわけですよ。だからこそ本当にやってんのと、まあ要するに僕なんかそう思ったわけですよ。でまあそのうちですね、会社としてはこう QC サークルってまあ無駄だねと言ってやめていっちゃったんですよ。改善活動が無駄っていう話になったんですよ。普通だったらおかしいですよね。経営者だったらそんなのふざけんなと、いうのがあるんですけども、経営者自体もですね、QC サークル活動はやめようと、こういう形になったんですよ。で実際その後ですね、僕自身も工場の経営に入った時になぜかっていうのが分かったんですよ。QC サークル活動がですね、やっぱりそのなんていうかな、改善活動としてちょっとね足りないなと思ったのは、やっぱりその原価が下がらないんですよ。改善活動でなんかいい結果出てても、要するに最終的にはですねお金に換算ができないんですよ。そこがね分かったんですよ。あ、そうかと、こういう意味だったんだねと。であれば要するに別に悪くないんですよ。 QC サークル自体全然悪くないです。悪くないんですけども、現場改善で現場が主導で自分たちでね好きにやるんなら俺はいいよと、全然いいよと。ただ会社の利益を上げるためにやることについてはそういう考え方はまずやめようと思ったわけですよ。はい。じゃあね、実際お金を稼ぐため、要するにね、原価を下げるために、改善活動ってどんなことがあるのかというとですね、先ほど最初にねお話したもう一つのもので全体最適化なんですよ。これしかないんですよ。でこれね、実際こう全体最適化をね考えた方っていうのがこうインタビューでこう言ってたんですけども、日本人はですねこの部分最適化についてはですねめちゃくちゃ優れてると。ね、これはね我々も勝てないと。ただ全体最適化をね行ってないんで、そこに我々が有利があると、ね、有利になる可能性があると、こういうことを言ってたわけですよ。だから日本人って結構全体最適化のことをですね知らない方もね多いんじゃないかなと思います。はい。でここのね全体最適化っていうのは要するに工場全体ですとか組織全体を見ながらですね改善ポイントを見つけて改善をする方法なんですよ。言うとね通常の部分最適化とそんな変わんないじゃんと思われるんですけど、結構ね違うんですよ。というのはその見るポイントが違うんですね。だから重なってる部分もあります。重なってる部分ももちろんあります。だけど実際その着眼点が全然違いますので、本当に原価低減にはめちゃくちゃつながります。はい。ただねこれをね実行するためにやっぱりその制約条件がやっぱあります。それはまず一つ目としてはですね何かっていうと、まず経営者、その会社組織のですねトップの人が必ずそのね、改善活動のプロダクトリーダーとして活躍してもらわなきゃ困るんですよ。で意外とここはですね抜けてしまうところだと思うんですよ。社長業をやってるとですねなかなか時間がないわけですよ。だからある人にね変な指令を出して任命してお前がやれと、そういうことを多分ねほとんどの会社はやるんですよ。でもこれダメなんですよ。なぜか決定権がないんですよ。その人に決定権だとかね決裁権だとか全部与えないですよ。そんなことしないでしょね、絶対そんなことしないんですよ。だからダメなんですよ。だから経営者が出るしかないんですよ。ね、完全にもう代理だというんであればそこまで全ての権限を渡すんだったら大丈夫です。でもそこまでしないんだったら自分が必ず参加してください。ここはすごく大事なポイントです。あともう一つあります。それは何かっていうと、必ずですねそこにその場に必要なのが決算書です。なぜこれを強く言うかっていうと大企業の場合はね、例えばその決算書って公開されてますよね。だからある程度ですね万人の目に触れるわけですよ。でも中小企業の社長さんね聞きたいですけども、決算書って従業員に見せたことあります？ないですよね。見せたくないですよね、そんなのって。そう思うんですよ僕なんかは。要するに一従業員がその会社の決算書を全部見たことあるかっていうと見てないと思うんですよ。実際僕がですね昔いた会社さんのそれでもそこそこ大きい会社ですけれども決算書見たことないですよ。これ現実ですよ。だからどのくらいのねその中身内容なのかっていうのは正直わからないです。特に僕なんかこうね自分でこう決算書をね作るようになった時に思ったのは、他の会社のが見たいとどういうことをやってるのかっていう本当に見たいんですよ。
そのぐらいね、本当に、必要だなと思っていました。これはね、重要ですよ。で、実はね、この決算書の中から、なんていうの、改善するポイントを実は見つけるわけですよ。だから、この場合はね、必要不可欠なんですよ。ただ見せるだけじゃないんですよ。そこから抽出するんですよ。だってそれ見なかったら分からないんですよ。何が問題かが分かんないですよ。単純に言う、例えばね、売上が少ないという問題なのかもしれませんし、仕入れがね、多すぎるという問題かもしれません。ね、人件費がね、多すぎる。ね、経費が多すぎる。こういう問題はですね、その決算書を見れば分かるわけですよ。はい。ただ、このね、今回の改善についてはこれじゃね、まだ足らないんですよ。この決算書を実は細分化しなきゃいけないんですよ。で、商品ごとに細分化して初めてですね、その改善ポイントが分かるわけですよ。だってそうでしょ、決算書眺めてね、どの商品が悪いなんて分からないわけですよ。だから商品ごとに基本的には細分化する。これが必要です。我々はそれのことをですね、製品別損益と言われてます。決算書といってもね、だから損益計算書を各商品ごとにこう暗分していくわけですよ。これはね、最強ですよ。ね、っていうのはもう一目でですね、何が問題か分かるわけですよ。ね、この商品、赤字だ、この商品黒字だと。こういうのが分かるわけですよ。もうこれはね、めちゃくちゃね、必要なものです。で、だから僕のなんかもですね、このね、製品別損益と言われているものを作り出して、もうびっくりすることが結構いっぱいありましたよ。例えば変な話ですけど、会社としてですよ、儲かってると思った商品が大損してるってことも分かったんですよ。と。要するに一つのお客さんで、要するに売り上げが上がってます。で、複数の商品を収めてます。そのね、複数の商品のうち半分ぐらいが赤字なんですよ。でも、その残りの半分が黒字だったおかげで、なんとか全体で黒字なんですよ。そのお客さんに対して。そういうような構造の商品があったんですよ。いや、これはさ、だいぶちょっと考えもんだよね、というのはですね、正直ありました。これは結構でかいなと。あとね、実際例えば材料費がですね、多いねと。で、材料費が多い、材料費がその予定よりもね、多いということに対して、やっぱ数種類あったわけですよ。材料が多い。で、そうすると、その個別個別での、要するに分析というよりは、何か共通の問題点があるよね、というふうに、だから僕なんか分析したわけですね。そうしたら最終的に判明したのが、その特定の商品を生産している機械に問題があった。材料をいっぱいこう食っちゃうっていうんですか、そういうような機械が発見されちゃったんですよ。誰も想定してないんですよ、その時。だからその機械を、要するにリニューアルするしか、やっぱ改善につながんないねと。だったらそういうふうにしようよと。いうことで、設備投資をね、再設備投資をするということをね、したこともあります。はい。あとね、例えばあとそうですね、人件費なんかですね、多い時には、何をやったかっていうと、全体的にこう人件費がね、多いわけですよ。まずね、こう調べたのは、例えばその勤務時間に対する仕事量を調べたと。ね、普通ね、その場合は一個一個工程をね、短くするとか、そういうことをやると思うんですよ。でも違うんですよ。全体を見たときに、もう一様になんていうの、人件費が大きいんですよ。ってことは、やっぱ全体の仕組みが問題だというふうにこう判断するわけですね。だからこそ、まず調べたのは、要するに勤務時間に対して実際ね、どのくらいの仕事をしてるかっていうのを全部調査したんですよ。で、調査すれば分かるのは、会社来て仕事してねえのかよと言いたくないような内容だったんですね。だから結果、そのね、仕事をもうちょっとね、一日の仕事の中身をですね、ちょっと圧縮するというようなね、ことを実際やったんですよ。これね、そういうとちょっとね、従業員大変かなと思うかもしれませんけれども、要するに、なんて仕事と仕事の間のね、空き時間が結構大きかったってことなんですよ。隙間時間が多かったんですね。だからその隙間時間を埋めるために、いろいろですね、手を尽くしたと。これによって本当にですね、40人ぐらいいた従業員がですね、30人ぐらいで同じ仕事ができるようになったってことなんですよ。これすごくないですか？いやいや、完全にあれですよ。これ今言った内容というのは全て大きなコストダウンになってます。原価低減になってます。だからお客さんにも何の迷惑をかけてませんし、社内だけのもう要するに完全な利益になります。だからこの辺本当にね、でかいんですよ。こういったことをですね、やるのが実際全体最適化と言われているものなんですけれども、これにね、必要なのが先ほどね、最初に言いましたけども、やっぱそのプロダクトリーダーとして必ず社長、ね、経営者が参加する。で、しかも、その決算書と呼ばれているものをですね、細分化して、僕が言う精神別損益というものにして、それによってですね、原因究明をすると。どこに問題点があるかと見れるわけですよ。で、このね、製品別損益を作ることによって、
いくらぐらい、この行動をしたらですね、いくらぐらいその改善効果が出るだろうというのがもう予測できるわけですよ。ね。だって数字になってるの決算書なんだから、そもそも。その決算書見て、決算書に出てる数字を、これをこういうふうに置き換えるよね。例えばこのね、作業をやることによって半分になるよねとかね。例えばその 10% 減るよねとか。こういうのが読めるわけですよ。で、読めれば、実際その影響度っていうのが測れるわけですね。その影響度の、だから高いところから挑戦するわけですよ。ね、QC サークルみたいなものっていうのは、どちらかというとね、全部とりあえずやってみようと。で、この項目で、やったら何%下がった。ね、これだったら何円下がったって、こういうのを繰り返しやって、それをね、集合して初めてね、要するにどのくらいだったと。要するに、後から結果が出るんですよ。でも全体最適化の場合はですね、どちらかというと先にもう結果が出てるんですよ。このことをやれば、もうね、このぐらいのね、コストダウンはもう可能だと。社内の中のね、原価低減は可能だというのがもう予測としてある程度は出るんですね。もちろんね、後で測定をして、どのくらい結果が出ましたということもね、もちろん調べなきゃいけないんですけど、結構精度は高いです。きちんとやればやるほど精度が高くなります。だからこの活動をするともう100万円ぐらい、一月100万円ぐらい減りますよとか、こういうのもあります。びっくりですよね。さっき言ったみたいに人件費がね、10円ぐらい下がったってことはね、想像してほしいわけですよ。月のね、人件費の支払いがこれだけ減るわけですよ。その分会社に利益が来るわけじゃないですか。そうすると、ね、そのね、お金をね、やっぱりその他に使いましょうよと。無駄遣いしてただけなんですよ。だから他にね、例えば従業員の給料を上げてあげるっていうのも一つの手ですし、次の商品へのね、投資にもできます。だからその方がお互いウィンウィンじゃないですか。で、これによって会社の利益が上がるわけですよ。だから僕はね、どちらかというと、部分最適化はね、誰もがやってるということはあります。でも全体最適化はですね、なかなかやっている会社さんがないんでね、どちらかというと僕なんかは、その全体最適化をですね、積極的に、進めてますよと。こういう内容なんですね。もちろんね、全体最適化だけやればいいってわけじゃないですよ。部分最適化だけをやればいいってわけじゃないんですよ。両方を両立しなきゃいけないよってことなんですよ。ここが非常に大事な部分になります。ね、だからあなた自身もですね、もしね、経営者であればですね、絶対これね、全体最適化、部分最適化、両方をですね、うまくですね、動かすということが必要です。はい。ぜひね、もう工場のですね、利益を上げるために、あなた自身もですね、この全体最適化挑戦していただきたいなと思います。はい。いかがだったでしょうか。もしね、ためになったなと思ったらですね、高評価およびですね、チャンネル登録等をお願いしたいなと思います。じゃあまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。